皆さんこんにちは、みさとです。今 JR の三宮駅から出てきたところです。金曜日の夕方18時を過ぎた時間帯で道行く人も多いです。今回はジャンボフェリーの葵で船泊をしてみます。船泊って聞き慣れないかもしれませんが、文字通り船に泊まるということです。ジャンボフェリーは神戸から乗ると瀬戸内海の小豆島や四国の高松へ行くフェリー航路ですが、小豆島や高松で下船せずにそのまま神戸に戻ってくるのが船泊です。どういうことと思われるかもしれませんが、普通のホテルの代わりに航行中のフェリーに宿泊するということですね。それではミント神戸にある三宮バスターミナルから神戸三宮フェリーターミナルへ向かいます。この時間は18時20分発と19時ちょうどに連絡バスがありますが、今回は18時20分発のバスに乗りました。このバスは有料で現金で210円の運賃となっています。バスの所要時間は10分。三宮の市街地を抜けてあっという間に神戸三宮フェリーターミナルに着きます。ありがとうございました。バスを降りましてフェリーターミナルへ向かいます。乗船する葵はまだ到着していない時間です。船泊の葵は平日には19時45分に出港。通常のジャンボフェリーの予約はネットから予約して QR コードを準備できればフェリーターミナルでの乗船申し込みなどは不要ですが、船泊の場合は予約は電話のみで窓口での乗船申し込み手続きが必要です。まずは乗船申込書の記入が必要とのことで机で記入します。記入を終えたら窓口へ。料金の支払いはカードでも OK でした。ちなみに今回の葵に泊まろうはバルコニー個室を利用で料金は9990円。バルコニー個室は今回は金曜夜から乗船なので利用できますが、土休日の場合は船泊としての利用はできないそうです。船泊は他にファミリー個室やロフト個室があります。それについては後ほど説明します。乗船券が3枚発行されました。説明を受けています。あと注意事項やマグネットシートなどが入ったクリアケースを受け取りました。乗船申込書を書いて支払い、説明を受けてだいたい 5,6 分ほどかかっています。余裕を持って早めのバスでフェリーターミナルに来られた方が良いかと思います。通常のジャンボフェリーの扱いと違いますし、高松で下船しない上で注意事項もあったりで説明は長くなるのは仕方ないです。快適に船泊していただくための必要な説明ですから。2階の待合室に向かいまして乗船時間まで待ちます。下船されましたお客様にご案内いたします。放送が流れましたが、今高松からの葵が到着しました。ここで先ほどいただいた書類の説明です。このマグネットは入室したらドアに貼っておきます。貼らないと高松入港時の掃除のスタッフが入ってこられます。高松到着は深夜0時頃です。こちらはウェルカムカード。先ほどの3枚の乗船券です。1枚は乗船時に使う QR コード。2枚目と3枚目は個室プレミアムエリア等でかざす QR コードです。2枚目は神戸から高松まで有効な QR コード。3枚目は高松から神戸までの有効な QR コードです。こちらはレイトチェックアウト申込書。翌朝、神戸三宮フェリーターミナルには5時15分着と早朝なので、もう少しゆっくり寝ていたいお客様へのサービスですね。この用紙に記入して提出は船内売店の営業時間中に申し込むことになります。こちらの用紙は必要な説明が書かれています。船内の案内図もいただけました。乗船開始は出港の10分前ぐらいなので、まだ50分ほど時間を持て余しています。出港準備中の葵を眺めたり、トレーラーの積み込みの様子を見たり、暮れゆく神戸の港を見たり、近くを走るポートライナーを見たりしていました。この様子は3階の展望テラスで見ていました。
時間があるのでレートチェックアウトの申し込み書をここで書いておきます。一般道路のお客様の乗船を開始いたします。手続きを済ませた19時半過ぎに乗船準備ができたと案内放送が流れたので葵に向かいます。乗船改札の手前で待っています。ここで先ほどの1枚目の QR コードの乗船券を使います。こうして葵に乗り込みました。乗船デッキからエレベーターで上の階へ。バルコニー個室は3階にあるのでここでエレベーターを降ります。バルコニー個室は306から309号室の4室となっています。今夜の私の部屋は309号室です。ここで2枚目の QR コード乗船券をリーダーにかざして入室です。照明をつけるとかなり広いお部屋で感動しております。キャリーバッグ用のトレイがあったのでキャスターリュックを置きます。入り口のところに小さめの洗面所、手洗い機があります。シンク部分が結構小さめ、近くに布巾がありました。コンセントはこちらに5箇所、1つにつき2個あります。こちら側には4箇所、合計18個あります。こちらは飲食用トレイ、カーペットにこぼしては一大事ですからね。掃除機とゴミ箱として使うゴミ袋がありました。白いペール缶みたいなのは除菌シートが入っています。ちなみに下船時にお部屋掃除に協力するとコーヒー無料券をいただけるようです。ホテルにあるようなエアコンがありました。フリー Wi-Fi もありました。部屋の隅にあるのはヨギボー、クッションです。3個ありました。この部屋なら大人6人でも十分眠れそうです。そしてバルコニー個室の名前の通りバルコニーがあります。せっかくなのでバルコニーに出てみます。船の窓なのでしっかり閉まるようになっています。バルコニー用のスリッパが3足ありました。野球を見ながら佇むのも良いですね。ベランダから見ると部屋を一望できます。定員の6名で寝るなら左右から互い違いに寝る感じでしょうか。ベランダに出ていると出港しました。神戸の夜景を見ながら出港、なかなかロマンチックです。なお神戸ではジャンボフェリーは船首から接岸しているので、ここで船は一回りして車窓がポートアイランド側になります。夜のポートライナーが見えますね。ベランダ下を見ると張り出しがあって、2階のこの下の部屋はお風呂のようです。それでは船内を見に行きましょう。スリッパがありますが、これは私が持参したものです。部屋を出るとき QR コードを持っていかないと入れなくなるので忘れずに。出港して間もなく売店の営業が始まります。ここは撮影可能なロビーで、他に乗客もいないので撮影しています。ジャンボフェリーは原則船内の撮影はご遠慮くださいということになっています。今回も撮影可能なエリアのみで撮影します。幸い高松へのこの便は乗客が少なく撮影はしやすかったです。3階から外へ出るこのデッキ、ここは空いているので出られますね。醤油ダルのイメージのベンチに座ってみます。ロビーに置いてある椅子、この醤油ダルのベンチ、ともに混雑時は自由席のお客さんが座るぐらいまでいっぱいになるんでしょうね。出港してポートアイランド西側を葵は進んでいます。3階から2階に降りてみます。自動演奏ピアノの音が聞こえてきます。ここは売店、後で利用してみます。自動演奏している船ピアノ、優雅な雰囲気を醸し出してくれますね。うどんの食券を券売機で購入中です。今回は浮かぶたこ焼きうどんにしました。港から離れると携帯圏外になったりでキャッシュレス決済が使えなくなりがちですが、出港間もないので今回は使えました。食券を購入したら自動でオーダーが通っているので席について待ちます。こうして浮かぶたこ焼きうどんが来ました。どことなくアンパンマンに似てる気がしますが、気のせいですね。文字通り少し大きめのたこ焼きが入っています。こちらは小豆島名産のオリーブの実です。このかまぼこで笑顔になっています。いただきます。なかなかコシのあるうどんです。
たこ焼きからもお出汁が出ているんでしょうね。時間が20時を過ぎてちょっと遅めの夕飯になっていますが、遅くまで待った甲斐がありました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。食べた後はその味付けの除菌シートでテーブルを拭いておきます。食器を返却しまして、売店で買い物中です。島うどんに入っているマルキン醤油の醤油せんべい、お風呂で使うバスタオル、フェイスタオル、トラブルセットがありました。ブランケットもありました。浴室で使い捨てタオルなど販売中とありますね。こちらを購入することにします。あと購入したのはわさビーフ、香川県産のみかんジュースの小原紅わせ、オリーブサイダーと迷いましたがみかんジュースの方にしました。小豆島のオリーブグミも買いました。お会計はセルフレジです。QR 決済対応ですが私はやっていないので現金支払いです。買い物かごを戻しましてお買い物終了です。買い物を終えて外を見るともう明石海峡大橋が見えていたので前方のデッキから見てみます。このゲートの先はプレミアムエリアで自由席の方は入れません。船泊の方はプレミアム席なので入ります。ここはカフェラウンジこまめ。プレミアム席の方が利用できるカフェラウンジです。デッキに出てみます。この先は風のテラスという展望デッキ。もう明石海峡大橋が見えています。上の階には上がれませんでした。間近で見る明石海峡大橋は迫力ですね。しかし風が強い。上の階に上がると風がきつくて危険かもしれないですね。風も強いので船内に戻ります。部屋に戻ろうとプレミアムエリア出口に来ましたが本日はご利用できないとのことでした。入る時に通った自動改札は出るときは QR コードをかざさずに出られるのですね。2階ロビーで七夕が飾られていました。こういう心遣いが良いですね。こうして部屋に戻ってきました。ここで貼るのを忘れていた高松停泊中の清掃不要の札を貼っておきます。あと売店が営業中にレイトチェックアウトの申し込みをしておきます。21時30分までの営業で、その後高松を出発してからの1時半から3時半まで営業していますが、その時間は寝ていると思うので私としては21時半までが申し込みのチャンスです。レイトチェックアウト申し込んできました。高松で掃除不要と神戸のレイトチェックアウトの札2枚貼り付けました。これで高松と神戸到着時ともに安心して眠れます。この後バルコニーに出てみました。風がかなり強いです。音でわかりますよね。この夜は強風で波も強く、船も時折揺れました。夜のバルコニーで遊んでいます。だんだん眠くなってきましたが、ここで寝てはダメですね。風邪をひくかもしれません。ここでお風呂に入りに行きます。お風呂は2階にある雲の湯。中に入ると足湯の海のテラスがあります。外は相当風がきつかったです。足湯は前回の青い乗船で利用したので今回はパス。足湯のミニタオルは200円だそうです。お風呂はこちらにあります。タオル、石鹸などはショップでお買い求めくださいとありますが、この扉の向こうで無人販売しています。バスタオルが300円、フェイスタオルが100円、いずれも使い捨てタオルです。その他ボディーソープ、シャンプー、トリートメント、歯ブラシは100円でした。ちなみに洗濯機と乾燥機も脱衣所にありました。大きな窓もありましたが夜なので外は見えません。お風呂で気持ちよくさっぱりして雲の湯から出てきました。お風呂から出ると22時を過ぎていました。売店うどんショップも営業終了しています。売店は営業終了しましたが冷凍食品の自動販売機があります。食べ損ねた方、夜中にお腹が空いた方はどうぞ。電子レンジでチンできます。
この後部屋に戻りまして、先ほど買ったみかんジュースとわさビーフイカ天をいただきます。カーペットにこぼさないようトレイに乗せています。旅先でこうやって食べてると一味違いますね。至福の時間です。外を見ると他のフェリーと並走していました。どこのフェリーなのでしょうね。部屋の中でぼーっとしていたら、あっという間に時間は23時を過ぎていました。現在地はこの辺り。この便は小豆島には寄らず高松へ向かいます。あと50分ほどで着いてしまいます。ということでこの辺で寝ることにします。窓にロールスクリーンがあるので下ろしています。室内散らかっていますが気にしないでください。玄関付近にある照明スイッチを切りました。ロールスクリーンのこの部分だけ照明は残しました。ちなみにカーペットは寝台特急サンライズののびのび座席と同じぐらいの硬さでしょうか。気になる方もおられるかもしれません。あと割と室内は音が聞こえます。耳栓はあった方がいいと思います。時刻は23時半を過ぎました。もうじき高松に着いてしまいます。ちなみにバスタオルは持参していまして、寝る時に使いました。お風呂で体を拭いたのは使い捨てを買って使いました。ということでおやすみなさい。と寝たところで間もなく高松到着放送が流れました。放送は切れないので仕方ありません。なので耳栓は必ず持参した方がいいですね。0時になって高松東港に到着。1時間停泊の後、再び神戸を目指します。すべて禁煙となっております。喫煙ルームはおはようございます。気がつくと神戸入港前でした。明石海峡大橋で起きれるかなと思ってましたが、ぐっすり寝ていました。もう橋は見れないほどに離れています。到着後すぐに下船だったら慌てて支度するところですが、レートチェックアウト利用なのでまだまだゆっくりできます。徒歩のお客様に神戸到着後の連絡バスの案内放送が流れています。レートチェックアウトの難点は連絡バスがないことですね。まだ寝ていてもいいのですが、神戸入港を眺めていました。多分この奥に JR の和田岬高線があるはず。見えませんけどね。入港して1時間ほど寝て、朝の支度で起き出しました。歯磨き、洗面、化粧を済ませまして、3階にあるゲームコーナーを覗くと、フェリーターミナルから三宮へのバスの切符が売っていました。耳栓も10円で販売していました。バスの切符は本来は210円が200円になっており、回数券のようです。あと大切されて掃除の済んだ他のバルコニー個室のドアが開いていたので、外から撮影させていただきました。基本同じ部屋ですが、私の部屋は玄関部分が手前にあり、この部屋より気持ち広いかなという感じでした。6時55分にレートチェックアウトの傾けの放送が流れます。船を下船するときは全員で一斉に降りることになります。忘れ物がないか確認して部屋を出ます。一晩ありがとうございました。2階のロビーが集合地点です。全員揃うまで待ちます。揃ったところでエレベーターに乗って下船です。ちなみにレートチェックアウトは船泊以外のバルコニー、ファミリー、ロフト個室の方の希望者も含まれています。結構レートチェックアウト利用されている方がおられました。ということで船泊の葵から下船しました。この夜はよく眠れた方だと思います。お世話になりました。ここでバルコニー個室以外の船泊のお部屋ですが、この部分は前日に撮影しています。ファミリー個室が1人で泊まると6000円プラス1990円で7990円です。大人6人まで泊まれて割り勘にすると6000円割る6プラス1990円で1人2990円で泊まれます。もう一つはロフト個室。2段ベッド風の個室ですが、床に2人寝て大人3人まで利用可能。
1人で利用なら3000円プラス1990円で4990円。3人で割り勘にするとやはり2990円です。なお、ファミリー個室、ロフト個室ともに特急列出発は1人当たり大人500円加算されるそうです。私が利用したバルコニー個室は1人で泊まると8000円プラス1990円で9990円。6人で割り勘だと8000割る6プラス1990円で約3320円になります。ちなみにバルコニー個室は特急列の出発日は船泊としては利用できません。定員で泊まって割り勘にすると3000円前後で泊まれるので結構リーズナブルに宿泊できますね。ホテル代わりに宿泊先としてただ泊まるだけではなく、大げさかもしれませんが海辺のリゾートホテルに泊まっている気分になれます。さて、フェリーターミナルの外に出ると雨が降ってきました。レートチェックアウトをすると駅までの連絡バスがないんですよね。そこがちょっとネックです。とりあえず心当たりのバス停まで歩いてみます。三宮方面へ歩いて左折するとバス停があるのでそこに行ってみます。バスがいますが、あのバスは駅とは違う方向だったと思います。駅とは反対方向のポートアイランド方面へ行きます。利用しようと思っていたバス停は標識にカバーがかぶせられています。ということは使われていないようですね。ちなみにここはポートオアシス前というバス停でした。バスがダメなのでここからポートライナーのポートターミナル駅まで歩きます。 Google マップで徒歩12分と出ています。ポートターミナル駅はフェリーターミナルから海をまたいだ先にあります。直線距離なら近いんですけどね。と、ここでどこかで見たバスがやってきて通り過ぎました。バスはフェリーターミナルに向かった模様。この時間にジャンボフェリーは着きませんし、謎のバスです。ともかく歩きます。陸橋を上がってこの先はポートターミナル駅まで陸橋の上を歩きます。右にジャンボフェリーではない別のフェリーが止まっています。先ほどはいなかったんですけどね。立ち止まって考えました。さっきのバスはこのフェリーのお客さんを三宮駅へ運ぶ連絡バスではないか。調べるとここ神戸三宮フェリーターミナルには宮崎カーフェリーが発着しており、7時30分にこの港に入港しています。そして7時40分に連絡バスがあり、ミント神戸三宮駅には7時50分に到着と分かりました。あのままフェリーターミナルで30分ほど待てば宮崎カーフェリー接続のこのバスに乗って歩かずに三宮に着けるということですね。レートチェックアウトのお客さんが多くなってきて、宮崎カーフェリーのお客さんに影響が出ることもあるかもしれないので、必ずしもこのバスに乗れるとは限らないと思いますが、バスの運賃はジャンボフェリーと同じく210円です。ともかく雨が降ったり止んだりの中を歩きまして、ポートターミナル駅に到着。ここまで来たらポートライナーが頻繁に走っているので安心です。ちなみにポートライナーで三宮駅まで210円、連絡バスと同じ運賃でした。次の三宮行きは7時38分。バス停に寄り道したので迷わずにここに直行していたらもう20分ほど早いのに乗れたかも。無事にポートライナーに乗り込みました。こんな感じでフェリーターミナル、ポートターミナル駅を後にしました。ということで今回のジャンボフェリーの船泊、最近は宿泊費用も高騰していますし、ロフト個室なら1人4990円で利用できるので、宿泊と瀬戸内クルーズしていると思えばコスパの良い船泊になるかと思います。個室で横になって眠れますしね。ということで今回のジャンボフェリー船泊の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。